こんにちは。大学生をしながら編み物作家をしているチーズです。今日は、いつもと違うところで撮ってるんですけど、今実家にいますで、今週出来上がったものをちょっと紹介したいなと思って動画回してます。先週のラジオで確か初めて草木染めしたっていう話したと思うんですけど、その染めたばっかりの毛糸で早速、作品を作りました。でそれがちょっと色が残念。こういう靴下です。で片方はかかとが緑色、かかととつま先が緑色で、周りが黄色っぽいのを使ってます。でもう片方は逆にしてみました。こっちつま先とかかとが黄色っぽいので、この周りが緑っぽい毛糸にしてみました。ちょっとね、今夕方なので色が分かりづらいかもしれないんですが、サムネ綺麗に撮れたらいいなって思ってます。でこれはいつものごとく編み物予備校さんの基本の靴下の作り方で作ってます。で色落ちなんですけど、色落ち結構しちゃって、でもそんなに色落ちしたとはいえめちゃくちゃ色が抜けて見えるっていうわけでもないですし、大丈夫そうかなって感じはしてます。で毛糸なんですけど、毛糸は染めたものでウール 100% の毛糸になってます。ソックヤーンではないんですけど、でも中細だったので、オパールとかそういうKFS とかそういう毛糸と同じくらいの細さの扱いで今回靴下を作ってみました。で私はあんまりここ履き口のところが長いっていうか、なんて言うんだろう、ショートソックスが好きで、だからあんまり長くはしたくなかったので、こんな感じでかかとが終わって、でここなんて言うんだっけいつも忘れちゃうここ終わって、でちょっとメリヤスしてゴム編みして、で伏せ止めするって感じで作ってます。いつもそんな感じで、最近靴下編むのが楽しくて、ちょっと後で紹介するんですけど、また靴下作り始めました。内側も見てほしいな。色がちゃんと映らないんですが、もっと鮮やかな緑茶色っていうか難しいな。ちょっと綺麗に映ってないんですが、実際はもっと鮮やかな色ですすいません、ちゃんと撮れたらよかったんですが、そんな感じで、これは1週間で両方作りました。最近靴下編むのが楽しいせいか、靴下編み終わるスピードがすごく速くなって、で片方は多分トータルその編んでる時間だけ考えたら3日くらいなのかな。それくらいで編めました。こっちも同じくらいですけど、すごい楽しくてねって感じで、草木染めの靴下、ちょっと履くのもったいないのでこれは鑑賞用なんですが、草木染めの靴下を作りました。でこれは自分でやってるそのハンドメイド作家のイベントとかに持ってって、その鑑賞用として飾ろうかなって思ってます。でこういうのも作れるよっていうのを
いろんな方に見てほしいなと思ったので、今回ちょっと週末にイベントがあってそれに出るんですけど、それに持っていこうかなって思ってます。で毛糸、今手元には毛糸ないんですけど、この毛糸も少し余ったので、それも展示したいなって思ってます。でなんかね、今週染めの教室行けないけどあるみたいで、その時に今度は藍染め、毛糸を染める毛糸を藍染めするらしいんですけど、それも私は参加しないけど、先生がもしよかったら一稼分染めてあなたにあげるわけではないけど、お金払えば染めますよって言ってくれて、でじゃあお願いしますってことでお願いしてきましたなのでそのうちそれも紹介できるかなと思います。草木染めすごい楽しくて、次に紹介するものが草木染めの毛糸なんですけど、すごい楽しくて、化学染料染めも好きなんですけど、草木染めってやっぱり自然の色が出るからすごい面白いなと思って、で自分でももっとたくさんやりたいし、先生にもたくさん習いたいので、もっと頑張りたいなって思います。とはいえ7月8月はちょっと私がちょっと調子悪いっていうか、夏はいつもなんか暑さに負けるっていうか、いつもは部屋の中にこもっちゃうので7月8月は教室もないし行かないんですけど、もう9月に入ったらまた再開できると思うので、また教室で染めたものとか紹介できればいいかなと思ってます。じゃあ1つ目は草木染めの靴下でした。じゃあ次は実は出来たてほやほやなんですが、これです。これは今日染めたばっかりの紅茶染めの毛糸です。これはソックヤーンで染めました。 50g のソックヤーンで染めてて、紅茶のパック何グラム入ってるかわかんないんですけど10個以上使いました。でちょっとね、まだ初心者なので色ムラとかがね恥ずかしいのであんま見せられないんですが、ちょっとね画面よりもうちょっと赤みが強い感じで私には見えています。でこれはどこで染めたかっていうと、自宅っていうか実家で染めました。で使わない鍋とかいろいろあったので、それを借りてで染めてみました。一人で毛糸染めしたの初めてだったんですけど、結構ねその前に草木染めした時の工程を覚えてて、で結構ねスムーズに作ることができました。だいたい何時から始めたかな、10時頃から始めて2時頃に終わったので、4時間とかで、今これと一緒に染めてたトートバッグとかをまだ鍋に入れてて、ちょっと色がまだはっきりついてこなかったので、それは明日回収しようかなって思ってます。でそう焙煎なんですが、もちろんっていうかアルミ焙煎をしてます。明晩焙煎ですね。アルミ焙煎でこういう色が出るんだなっていうのを今回学習できたので、すごい楽しかったなんか他の焙煎でもやってみたいけど、やっぱりね銅とかねはできないからちょっと難しいなとは思ってるんですが、いつかね紅茶染めも銅焙煎とかできたらいいなって思います。で今回
この二枷は色が全然違う色全然違うけど、この二枷を染めて何を作るかっていうのをいろいろ考えてて、染めながら。で、一個考えてるのはあれなんて言うんだっけいつも忘れちゃう。ムシュ&フレンズのクマさん名前なんて言うんだっけ。そのクマ、一番最初のページかなについてるクマさんをこれで編みたいなって思ってます。これ一枷で足りるよね、多分足りると思うので、そのクマさんを作りたいなって思ってるのと、あとどうしよう、また草木染めの毛糸でもいいんですけど、余ったら草木染めの毛糸とかもいいなって思いつつ、あとは、やっぱりなんか編みぐるみ系これで作りたいなって思いますね。まだ棒針編みの編みぐるみって作ったことないんですけど、ちょっと今年の夏は挑戦してみようかなって思ってます。で、紅茶染めして、これが実質2回目3回目くらいの、草木染めなんですけど、多分これから一人の時でもできそうかなっていう感覚がだんだん出てきたので、次はコーヒー染めかな。いろいろ考えてるんですけど、ちょうど夏だから板剃りとかそういうのもいいかなって思いつつ、なんかやっぱりこういう暖色系を選びがち寒色系の色ってあんまり出すの得意っていうかしやすいわけではないと思うので、藍染めとかね。だからまず手頃なものとか、用意できるものを中心にやっていけたらいいかなって思ってます。で、これさ、どうしようか迷ってるんですけど、一枷誰かにプレゼントしようかなとか思ってて、どうしようかな。2つあってももったいなくて自分だと使えないから誰かもらってくれる人いるかなとか考えつつ、欲しいって言ってくれた人がいたらプレゼントしようかなって思ってます。で、これもそのイベントに持っていこうと思ってて、飾るだけですけど、まだまだ修行が足りないので一旦は飾るだけですけど、もしどうしても欲しいっていう方がいたら一枷はプレゼントしようかなと思ってます。そんな感じで初めて一人で毛糸染めした紅茶染めのソックヤンです。ちょっと色ムラが見えちゃうそう、まだこれ実質初めて、一人でやったのは初めてなので色ムラがどうしても出ちゃうんですけど、もっと頑張って色ムラ出ないように染めれるように頑張ろうと思います。じゃあ紅茶染めのソックヤンでした。完成品毛糸は完成品なのかな完成品の紹介はこの辺で終わりで、次なんですけど、次は今編んでる靴下の紹介をしようと思います。紹介って言っても編み始めたの昨日なので、まだつま先もつま先って感じのところまでしかやってないんですが、今こんな感じです。本当につま先で、この毛糸はオパール KFS のコットンコンのこれです。100g410 メートルで、径は
38%、ナイロン 32%、綿が 30% で、コットンハニーっていう名前のもので、色番号は KFS214 番214です。これはちょっと狙ってたっていうか、これを使って靴下編みたいなと思ってて、で全部この KFS の毛糸でやるわけじゃなくて、これちょっと縦見えづらいので、これニッティングバードさんの1518なんですけど、これをこの先使っていこうと思ってて、で靴下のデザインなんですけど、さっきのこっちの靴下みたいな感じじゃなくて、この甲側がガバッと開いてるデザインの、なんていうんだっけフットカバーみたいな感じにしたくて、今いろいろ動画とか見て、どんなデザインにしようか、いろんな方の動画見て、自分に合いそうなかかとの編み方だとか、あとはかかとの先どうするかとか、いろいろ見て勉強してます。それでとりあえずつま先足にはめながら今編んでる状態で、まだこれは失敗するかもしれないのでまだまだわかんないんですけどまあ一応編んでますって感じです。で、そうだな、これを青森の鈴まりさんで買ったんですけど、もう一つ別の1518があって、それはオレンジと緑系の毛糸なんですけど、それもこのフットカバー、サマーソックス用に使えたらいいなと思ってて、で1518どっちもコットンコンの毛糸なので、夏に編むのも楽しいだろうし、履くのもこれから楽しくなりそうなので、ちょっといろいろ考え中ではあるんですが、まあちょっと頭の中ぐっちゃぐちゃで今だからどうしようか。もうつま先普通に編みながらうなってる感じでめっちゃ頑張って考えてて、で某即ニッターさんの YouTube 見たりとか、あとは海外の方のその靴下編みの技術の動画を調べたりとか、いろいろしてはいるんですけど、なかなか全部その一つの動画が全部自分に合うみたいな、そういうわけでもないので、まあいろいろ考えてはいるんですけど、まあ難しいですよね。なんか最初からなんていうか一つの動画に頼って作るっていうのも別にいいんですけど、なんかやっぱり靴下編み慣れてきたからこそ、そろそろ自立したいっていうか、一回自分のオリジナルで作るのもいいかなって思ってて、それで今必死に必死に作っています。で、ちょっとね、この1518と KFS が合うかどうか、つなぎ目のところがどうなるか全然想像もつかなくて、今ちょっと悩んでるっていうか不安なところではあるんですけど、そこもなんとかクリアできたらいいなって思うのと、これ1518めっちゃ可愛いんですけど、見ての通り引き揃えなので、
ちょっとね編む時難しいというか、一本だけ置いてきちゃったりとかそういう事態が発生しちゃうことが前靴下編んだ時に何回かあって、それが一番の懸念点っていうか、いっぱい心配なことあるんですけど、それが結構心配なところかなって思ってます。で、靴下作ること自体はだんだん慣れてきたので、多分できるでしょうっていう感じでノリで作ってるので、もううまくいくかどうかも全然わかんないし、失敗する可能性もあるしっていう感じで、ずっとうなりながらサマーソックスを編んでいます。これいつできるかな、ちょっといつできるかわかんないけど、そのうち完成させたいなって思ってます。あと今実家にいるので風繰り機と玉巻き機が手元になくて、さっき見せた、紅茶染めの毛糸、風の状態から玉の状態にできないのが今一番苦しいっていうか、早く編み始めたくて、全然そのムシュ&フレンズのくまさんの編み方全然知らないけどでも早くやりたくて、もううずうずしてて、もうそういう感じでやりたいことだらけなんですが、今週もいろいろ靴下も完成させられたし、新しい靴下も作り始めることができたし、それからちょっと忙しくはあったんですが、紅茶染め一人でやってみたし、あとはイベントに向けてアイロンがけしたりとか、あと値札のシール作ったり貼ったりしたり、あと今日ちょっとこの画角的に見せられないんですけど、前にお見せした鈴まりさんの店舗限定かなのモネカンファイバースさんの青とか紫とか黄色とか入ってる毛糸で作ってるストールみたいな巻物っぽいものもちょっと今日染めてる時間暇だったので結構進んで、それも早く完成させたいし、やりたいことがどんどん増えてきて今すごく楽しいです。夏だから夏っぽいものとは思ってるけどそのモネカンファイバースさんの毛糸もソックヤーン、コットンとか全然入ってないソックヤーンなのでそろそろ終わりたい気はしてるですけど、それも楽しいし、靴下編むのも楽しいのでいろいろ頑張りたいなって思ってます。夏はなんかレースショールとか作りたいなとは思うんですけど、なかなかラベリーゆっくり見てる時間もなくて今日も動画いつ撮ろうってちょっとね近所で工事してて、その音が入らないように今夕方撮ってて、そういうの考えるのも結構辛くはないけど胃に来る感じでなので結構今週大変だったんですけど、いろいろ編めたし染められたし、お仕事もちょっとずつやってて、楽しい1週間でした。そうだな、来週はまたこの画角じゃないと思うんですけど、そうだな、何作ってるかな来週は。この靴下がうまくいってることを願うばかりそう、これがうまくいってれば来週片方だけでも紹介できたらいいなって思ってるのと、あとそのストールも紹介したいですし、
あとかぎ針もそろそろなんか作りたいし、そう夏の染めの計画とかもちょっとずつ考えて販売用に作りたいと思ってるので、ちょっと場所借りてやろうと思ってて、それもお話できたらいいなって思ってます。じゃあちょっと話しすぎちゃったかもしれないんですが、今週のラジオはこの辺で終わりにしようと思います。チャンネル登録や高評価、あとはインスタ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ちょっと最近そのハンドメイド作家の方が忙しくて全然 SNS 更新できてないんですが、たまにちょろっとつぶやいたりちょろっと写真に投稿したりしているので、よければご覧ください。あとはまあそんな感じかな。じゃあ来週の動画もぜひご覧くださいまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。またね。